青春を感じられる甘酸っぱいペダルです。わかるわ。めっちゃいいやん。はいどうも始まりました。今回はですね、なんと高田馬場に来てまして、この高田馬場の駅から徒歩3分のところにアイオラ東京っていうおしゃれなエフェクター屋さんができたので行ってみたいなと思います。はい、到着しました。なんと本当に駅から徒歩3分でした。アイオラ東京、この中にあるんですけれども、その前にご紹介したいと思います。代表の慎一郎くんです。どうもよろしくお願いします。今日はありがとうございます。こちらこそありがとうございます。駅からめっちゃ近いね。いやー、おかげさまでというか本当に近い距離で開店できたんでとても嬉しいです。ねえここいきなりお出迎え。あ、これカージアンのこの間の記念のやつ。はい、そうです。7周年モデルの。この棚は何？ウェルカム棚？そうですね。貴重なエフェクターだったりとかリファレンスにしてもらいたいペダルを集めてます。じゃあ早速入っていきたい。めっちゃ待って、めっちゃおしゃれじゃないこれ。ここで試奏できるんだよね。はい、もちろんです。予約制だそうで、予約をしてここに来ればいろいろ相談にも乗ってもらえるし、エフェクターもじっくり試せたり選べたりするということで、はい、ちょっと待って、いきなり小沢さんのこれ目に飛び込んできたんだけど、柴さんのね、はい、サウンドプロジェクト柴さんのエフェクターです。だったり、あ、これこの間紹介させてもらったんだけれども、リソスペダルズ。これこうやって見てく？ちょっとこれオーバルトーンさん、そしてチームシガだね、カージアンだったりアルテロさん、あ、ロシペダルさんもいらっしゃいますね。すごいな。なんかこの下もアイバニーズだとか、おお、ありがとうございます。なんかライブとオーディオ棚ちょっと占拠しすぎじゃない？これ大丈夫？もういい位置にいただいてます。ありがとう。あ、ムークもいるからさっきのズームの試せるんだ。でここで試奏ができるわけですね。こんだけアンプ揃ってると、あとね JC あるのがね、これ何気に嬉しいな。 JC で鳴らしたらどうなるんだろうって疑問に持つこと結構多そうだから。はい、そうなんですよ。ここで JC とマーシャルを一撃で切り替えることもできる。一撃で切り替える、はい、聞いてる途中にどっちのアンプがいいだろうみたいな提案もできます。これビッグ6あるから、これでもうレコーディングとかも試せちゃう。はい、もう録音して持って帰っていただくこともできますし、LINE の音もヘッドホンで聞けるので。はい、着席しました。いらっしゃいませ。ようこそアイオラ東京へ。ありがとうございます。これ出てくるの絶対、はい、こちらウェルカムドリンクで全てのお客さんに出してる。マジ？これなんですか？これはイギリスの炭酸水で王室ご用達っていうマジ？こっちは？こっちは高田馬場で生産しているクラフトコーラで、本社が高田馬場にあるので、せっかく来ていただいたので、そういうのちょっと僕好きです。なんでこのアイオラ東京を始めようとされたんですか？もともと自分がペダルが大好きで、専門学校の時からそのギター弾くよりペダル触ってたんですよ。なんか親近感。いただきます。そうそう。自分がプロ活動をしている中で出会ったペダルたちを集めて、こうやって楽しめる場所を作りたいなと思って始めました。もうじゃあいただきます。はい。どうですか？美味しい。よかった。なんか爽やかな口当たりと優しい炭酸。よかった。じゃあ何台か聞かせていただこうかなと思うんですけども、1台目何からいきます？ペトラ。ペトラね。こちらからご案内していければいいかな。はい、つながりました。ありがとうございます。このペダルは、いわゆるトランスペアレント系のペダルで、ざっくり一言で言うと、めっちゃ青春を感じられる甘酸っぱいペダルです。わかるわ。行きましょうか、一回音。このなんか爽やかなんだけどジャリーンとするっていう。そうですね。ハイの感じがもう本当に青春というか、なんていうんだろうな、淡い記憶を思い出すっていうか、なんていうの、もう自分の青春時代の J ロックを思い出すサウンドで、
慎一郎君マジでペダル好きだね。なんか絶対なんか好きだろうなっていうのすごいもうすでにめっちゃ溢れて出てるよ。いやもう大好きですもうじゃないとこんなことやらないけどっていうぐらい本当に全部のペダル愛してて、でもその中でも自分の推しペダルの一つです。おすすめセッティングとかあるんですか？はい、こちらのローカットが効くんですけど、これを結構上げ目にして、トレブルブースターみたいな、感覚だけど、歪みが足されるようなわかる。出してローカットも上げてあげるような。これローカット上げると今日アンプマーシャルなんですけれども、そのマーシャルのちょっとこのゴツッとした感じが結構爽やかにすっきりしてくれるので、そうですね、まさに青春サウンドが。みたいな。そう、いいこれちょっと原因下げたのを聞きたいな。はい、爽やか。いいですね。続いてはどうしますか？ここは今日本製のペダルだったんですけど、次はイタリア製のコーナーストーンのアンティーク V3 限定カラーで、国内におそらく5台ぐらいしか。めっちゃかっこいい。基本的には TS 系2つスイッチついてると思うんですけど、右左が 2in1 なんだ。はい、普通のチューブスクリーマープラスプレゼンスがついてて、トーンとプレゼンスは共通なんですが、ボリュームとゲインを独立してる1個でソロもバッキングもいけちゃうよっていうペダルで、それがエクスターナルスイッチで切り替えられるんで、ラッチ信号で切り替わる。だからスイッチやからそうですいけちゃうっていうペダルです。結構爽やか。そうなんですよ。なんか国産というか日本の TS じゃない。そうなんですよ。普通の TS っていうとやっぱりモリモリの中域がね、あれが良さだけど、なんですけど、これはやっぱりプレゼンスが別でついてるんで、そのスクープしちゃってる部分プラス上の部分が足せるんで、今今西さんが言ってた爽やかさが足される。出てた。これ好きかも。よかった。このホットモードなんです。切り替わった。でこれで。こっちに変わったんだ。はい、下のボリュームとゲイン。じゃあめっちゃゲイン上げてみよう。ちゃんとこの弦のジャラーンっていう感じも出るし、で確かに TS っぽさも感じる。そうなんですよ。だからそのリードとか弾くときにその心もとなさっていうか、絶対感じられないというか、もうプッシュしてくれる感はあるのに、巻き弦の感じとか、高音域の張り出し感が出るんで、これは本当におすすめのペダルです。このアイオラ東京さん、もちろんマイボード持ってきていいんですよね。もちろんです。ね、だからマイボード持ってきて、その自分の歪みと組み合わせた時のブースターとしてどうかとかをチェックできるんだ。そうですね。しかもこれ予約制だから他のお客さん来たりしないから、こうなんだろう、ここでじっくり試せるし、慎一郎君こうやって相談乗ってくれたり説明してくれるんですよね。そうですね。この位置がいいんじゃないとか、ここ入れ替えた方が面白いかもみたいなことも柔軟に対応できます。それ結構なんか僕ちょっと思ったんですけど、こんなにおしゃれでなんかこのいいペダルがいっぱい揃ってるから、初心者の方とかまだそんなにエフェクターのことぶっちゃけ知らないんだけど、これからマルチを卒業してなんか卒業するんだったらいいものを買いたい、なんか自分に合うのを探したいっていう人でも来ていいんですか？もちろんです。本当に初めてのコンパクトエフェクターでいいのが欲しいんだけど、こういう音が欲しいですとか、そういった悩みがある方でもぜひ来ていただければ。心強い。ごめんなさい。CD 持ってきてもらってこの音が出したいですって言ったら、それやりたい。もうぜひ例えばもうじゃあこれがいいですとか、これがいいですみたいな感じで。その相談楽器屋さんだと他も鳴ってるし、他の人もいらっしゃったり、あと店員さんもなんか CD 聴いてくださいって言ったらなんかちょっとそれで店員さん困っちゃったらどうしようとかちょっと気になるけど、ここだと気になんないや。そうなんですよ。もう本当にマンツーマンだから聞きづらいことも。いや、慎一郎君のキャラが素敵です。ありがとうございます。次はファズフォック。マジ？はい、つながりました。ファズフォック、まさかの。じゃあいきなりいっちゃいますか。鳴らしていきましょう。
ディストーションとかオーバードライブに近い歪み方で弾きやすいですね。ありがとうございます。そうなんですよ。ファズの音なんだけれどもちゃんとすっきり整理されているので、このいろんなバンドアンサンブルの中にこう入ってても全然違和感ないっていうコンセプトで作ったんです。なかなかこういうコンセプトのペダルってないなと思ってて、自分的にもボードに1台あったら、便利だろうなと思って、リードサウンドとかでも活躍しそうだなと思うんですけど、弾きやすいです。弾きやすいっす。そういう感じ、そういう感じ。ここでちょっと先ほどいただいたこのコーラを開けさせていただこうと思います。はい。なんかこうエフェクターのこのチャンネルやってるんだけど、なんか途中でコーラ開けるの初めてで嬉しい。なんか斬新。いただきます。あ、うまいね。何の味これ？これシナモンとか、そうだよね。カルダモン、スパイスがたくさん入ってる。そう、スパイス。後味が大人っぽいっていうか、嫌な感じはしないから美味しいです。ちなみに慎一郎君ってなんかどういうバックグラウンドっていうかキャリアこうやられて、今ちなみにおいくつ？今26歳です。26、若いですよね。で、このすごいなと思って。ありがとうございます。今までどういうことをされてたんですか？結構お詳しいけど。プロギタリストをやりながら専門学校に行くために、すぐそこの MI 東京っていう専門学校近くのです。で卒業してから今剛さんとかジャムプロジェクトの松尾陽一さんというギタリストの方に教えてもらいながらプロギタリストの活動をしてました。それと傍ら自分も機材が好きなのでローディーだったりとかギターテックとかそういった裏方の作業もしながら、だから現場でいろんな勉強をしていろんな現場見て現場で培った技術とかも含めてこういうペダルを提案できたらいいなと思いながら始めてます。すごいな。あとあれ慎一郎君のウェブサイトの写真、エフェクターの今ちょっとここにこんな感じで載ってますけれどもこれめっちゃおしゃれじゃないですか。僕すごい素敵だなと思って。ウェブサイトありがとうございます。ライムトーンのエフェクターもこんな感じでめっちゃ綺麗に撮っていただいて嬉しい。これってエフェクター愛がないとこういう写真撮ろうってならないと思うんですよ。いや嬉しい、すごい嬉しい言葉をいただいて実は今回、僕からこの動画撮らせてくださいってめったに言わないっていうか、どっちかっていうと撮ってくださいってお声掛けいただいて撮らせていただくことが結構あったりするんですけども、今回はね僕から連絡して、そうなんか慎一郎君頑張ってるのがすごくなんか SNS 見て伝わってきて、でこれをさ26歳でこうやるぞって決めて作ったり、こういう場所を用意するのって結構勇気いると思ったんですよ。もうおっしゃる通りでいやもう日頃からめちゃめちゃ頑張って作った結晶をこうやって見ていただいてめっちゃ嬉しいです。本当？はい、ありがとうございます。そうだからなんかエフェクター結構このチャンネル見てくださってる方、エフェクター好きな方もたくさんいらっしゃったり、あとエフェクターでお困りの方も結構いらっしゃるので、なのでぜひね気軽に予約してきて、慎一郎君がこんな感じの慎一郎君がいらっしゃるので。ね、なんかいろいろここで新しいね出会いとかがね、エフェクターとの出会いがね生まれたらいいなと思って、コーラも飲めますじゃあお次は歪みを何点か見てもらったので、空間系いこうと思うんですけど、空間系のペダルって基本1個ディレイ、コーラス、リバーブ分かれてるじゃないですか。次紹介するのは全部入ってます。全部入ってる。はい、これです。クレイジーチューブサーキットのサイドキックジュニアというペダルで、モジュレーション、ディレイ、リバーブが直接でつながっているペダルで、この2つのスイッチでいろんな組み合わせをセッティングできますよっていうペダルです。それで、なるほどね。そうです。なるほどね。なんでこれだと、こういうエクスターナルスイッチを足してあげることで、これで一番右がオンオフできて、真ん中左なんだ。それぞれこうやって。個人的になんかこういう多機能系の中で抜群に音いいって思ってて、特にモジュレーションが自分は好きなんですけど、ディメンションコーラス。
で80年代の、わかる。これの個性みたいなのがしっかりあって。そうなんですよ。この真ん中のフランジャー、これ好き。これでカッティングとかやったらどうですか？それこれはディレイ。おー、シンプルだけど使い勝手がいい。へー。でこれとさっきのディメンションとか混ぜちゃうと、わー、これやっぱ 2-in-1 で入ってるからそれぞれの相性もいいと思う。リバーブいきましょうか。っていうペダルなんですが、下にしていただくと裏バンクが入って、あ、6種類ってこと？そうなんです。6種類のリバーブが入ってて、これとかだとシマーリバーブ。え、いいじゃん。そうなんですよ。このサイズでそんな6種類も気分によって変えれるんだ。これ1台あれば空間系をこのコンパクトさに預けられる。これちょっと僕も弾いてみていいですか？はい、もちろんです。やったー。素敵じゃんこれさ、ちょっとさ、歪み、今ファズフォックゲイン結構下げてて、でここもちょっと下げてるんで、ちょい歪みサウンドとかでなんかこういうさらに3つともここでちょっとこう上げてみる。めっちゃいいやん。めっちゃいいですね。いいよ。これこれが2台でできちゃう。できちゃってるね。いや、めっちゃ楽しくないですか？楽しいね。じゃあしんちゃんくん、次ぐらいでラストにしようかなと思うんですけども。ラストですか？ラスト飾る。こんだけあったら何で飾るんだろうと思ってるんですけど、僕はラストはカージアンから7周年記念モデルの出ましたね。スーパーラッキーセブン、マフ系のファズなんですけど、これもこれで面白い。マジこれ僕ね、ちなみに音聞いたことないんですよ。そうなんですか？ない。ぜひいいですか？なるほどね。カージアンのサウンドってすごくね、音がこういい意味で整理されてるんですよ。だからまずこの12時がすごく使いやすいと思う。どのモデルも間違いないです。12時につないで、さらに音がいいのを詰められるペダル。そうマーシャルが喜んでる。本当にそうですね。本当そういう音してる。これをつなぐと元気になるっていうか、その自分も弾いてて楽しくなるペダルだなと思ってて、弾きたくなる欲求を引き出してくれるペダルだなって自分は思います。これもちょっと僕弾かせてもらっていいですか？もちろんです。いろいろ使えますね。僕は大好きなペダルです。おー、すごいな。いや、これやっぱアイオワ東京いいです。
ありがとうございます。これね、お世辞とかじゃなくて、マジで皆さんちょっとぜひ活用って言い方は良くないのかな。でもぜひ来てみてください。慎一郎くんがペダル愛がめっちゃあるからと思ったんですよ。なんかすごく喋ってて、そういう方がおすすめしてくれたり相談に乗ってくださるところってあんまりない。しかもこうやって静かな、ここしかもめっちゃがっつり防音されてる部屋で、はい、東京に遊びに来たついでにとかでもいいと思うし、もちろんお近くの方はぜひぜひね、気軽にね、来てもらえれば。今回の動画良かったっていう方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録もお待ちしております。そしてアイオラ東京についてコメントぜひ皆さん僕たちもコメント欄見てますので、気軽に書いていただければと思います。それじゃあ皆さんまたの動画でありがとうございました。ありがとうございました。